おにぎりせんべい、全然おにぎりの味せんやん。ダニヤンです。まずですね、ついにチャンネル登録者5万名を突破しました。で、前からお伝えしていた通り、5万名様突破記念ということで、質問コーナーを行おうと思います。で、質問コーナーなのになんで僕今キッチンにいるかというと、こういったコメントがありまして、僕から一品おつまみというかパパッとできるダイエットレシピというか、テーマは低脂質高タンパクって感じですかね。そちらを一品作った後に、一問一答形式の俗に言う質問コーナーを行っていこうかなと思います。やっぱ料理が入らないとやっぱタニヤンチャンネルとしてはなんかあれですもんね、寂しくなりますもんね。で、この後は自分で作ったおつまみ食べながらお酒飲みながらまったりとしていこうかなと思います。では今日も張り切って参りましょう。これで水晶鶏の柚子胡椒和えの出来上がりです。というわけで無事に完成しました。なんかあれですね、普通の一人前ぐらいがポンってここに出るとすごい違和感がありますね。いただきます。うめえ。うまっ。完食。ごちそうさまでした。どうしてもパサパサしがちなこのささみなんですけど、水晶鶏にしてあげれば、プルンプルンのすごいジューシーになりますんで。で、なおかつこの柚子胡椒の辛みでしょ。もうビールが進む。僕的にはこれ健康にも美容にもいいかなと思ってるご飯ですね。これビールだけじゃなくて、多分日本酒にも焼酎にも合うかなって感じですね。ただカシスオレンジみたいなああいったカクテルには全く合わないだろうなって味がしますね。もしよかったら試してみてください。では行きますか。皆様。祝チャンネル登録者5万名様突破記念質問コーナー。コメント欄の中で募集した質問に関しては400件から500件ぐらいのコメントを書いていただきまして、もっと前の動画も遡れば700件ぐらいのコメントがあったんですよ。でその中から僕の個人的な好みともう独断と偏見で数十個まで絞りました。できるだけ多かった質問とかにはお答えできればなと思ってますね。では行こう。
調理師免許取ってますか？まず調理師免許は僕持ってません。で、調理師の専門学校に行ったこともありません。料理は完全独学ですね。僕の料理の知識とかっていうのは基本本から入ってきます。本。レシピ本から入ってきたりとか、あとは料理番組から入ってきたりとか、あとは僕がよく行く居酒屋さんとか、ご飯屋さんとか、そういったところで店長から聞いてくる言葉ばっかりですね。僕の身長と体重、こう見えて一応176センチ、62キロですね。で、調子がいい時は177いきます。調子が悪ければ175センチです。どこ出身ですか？一応長崎の壱岐で生まれて、生まれてすぐ福岡に来て、24年間福岡を出たことはありません。なので生粋の九州男児です。谷山一人っ子ですか？と3つ年上の兄貴がいます。学生の頃の部活、中学校で柔道をして、高校で弓道をして、大学でボクシングですね。で、柔道は特に上段審査とか受けてないんですけど、弓道に関しては今一応2段持ってます。いつから大食いに目覚めましたか？と、これおかんから聞いたんですけど、なんていうかな、保育器っていうんですかね。生まれたばっかりの赤ちゃんが入る、あれ。あそこに入ってて、で、おかんが僕のことを見に来たらしいんですけど、生後間もない僕が、生まれて何ヶ月か経った赤ちゃんが飲む用のでけえ哺乳瓶、あれで、グビグビって言ったらしい。だからもともと胃が大きいんかなと思いますね。で、大食いって気づいたのは、うち大食い家系なんですよ。おかんと兄貴は全然大食いじゃなくもはや小食なんですけど、おとんが結構大食いなんですよね。だからちっちゃい頃は、おとんと僕のご飯の取り合いみたいな感じだったんですけど、それが当たり前やったから自分が大食いって全然気づかなくて、大食いって気づいたのは、大学時代に自動車免許の車高の合宿行ってたんですよ。で、そこで、コスタの男の子がいて、俺は大食いじゃ負けたことがねえ、勝負しようやって言われたんですよ。で、考えてみたら、そういえば僕、大食い対決したことないなと思って、あ、いいよってやろうやつって。ラーメン屋に行って、ラーメン替え玉勝負をしたんですけど、その1個下の男の子が7玉かな替え玉して、やけ計8玉分食べて、もうかなりグロッキーで、今でもなんか、吐きそうみたいな感じだったんですよ。で、僕全然余裕で、その時が僕14玉替え玉したんかな。で、14玉替え玉したら、お店の麺がなくなりまして、営業終了にしちゃったっていう話なんですけど。その時かな。質問です。ヤンキーとかですか？ヤンキーではありません。学生時代は僕ガリ弁でした。ヤンキーとは程遠いことをしてました。この人まだ首座ってないのかな？いや、そんなことないんですけどね。なんか最近だんだんと首も座ってきたんですけどね。どこでそんなに食材調達してるの？魚に関しては基本的には、福岡市内にある鮮魚店さんですね。で、その他全部普通のスーパーで調達してます。動画で食べるメニューはどうやって考えてるんですか？あ、これ食べたいと思ったものを作ってます。出来上がり BGM。この曲ですかね。これ、アンカーザーウェイっていう曲ですね。今まで出した動画のレシピで美味しかったベスト3。うわぁ、難しいな。第3位、ジャージャーハン。第2位、カツ丼。1位、ヒレマサ丼。かなぁ。でも全部美味しいもんな、基本的に。過去一番大変だった料理はでも油そばかな。やっぱ結構光熱費もかかったしね。手の毛を剃ったりもろもろ注意喚起とか気を使いすぎじゃないですか。ですね、特にデリケートなことでもないんですけど、できるだけ皆さんが見やすい動画を目指そうかなと思ってるんで、料理とか実食のところとかそういったところが皆さんにすんなりと入っていきやすいように一応気をつけてはいますね。僕自身がですね、料理動画とかで全然いいんですけど、手の毛剛毛ワッサー、いびきワッサー、手の甲ファッファッファッファーみたいな、ああいった方が料理してるところを見るとどうしても毛に目がいっちゃうんですよ。あんま料理が入ってこないというか。だから僕ちょっと気をつけようかなと思ってます。正直片付けや物間掃除って大変じゃないですか。正直片付けに関してはなんか食材を煮込んでる間とかちょっとした空き時間とかに全部パパってやっちゃうんで、動画撮り終わった頃にはもうほぼほぼ洗い物はなくなってるんですけど、ただ魚をさばく時に関してはもうしょっちゅうまな板を洗うので、確かにそこは大変ですね。でも魚を食べたいからいいんです。1本動画が完成するまでレシピして試作して買い出しして撮影して編集してやから、だいたい1本で3日ぐらいかかりますね、僕の動画は。本当はもっとコンスタントにバーッと上げていきたいんですけど、なかなか死ぬ前に最後に口にしたいもの、難しいな。お酒。いつも初めの一言が笑いで好きです。ありがとうございます。これを作れば外れなし、自信あり、何でもいいと言われ、作ってあげるなら何を作りますか？難しいな。相手の方もお酒が好きで、魚が好きで、宅飲みってなったら、多分アジの姿作りとなめろうを作るかな。
で、もしお昼ご飯とかを作るんであれば、無難にオムライスとかかな。ドレスドオムライス。おかんに一言。お願いですから、お手洗いに入るときは扉を閉めてください。挨拶若干ラファエルの真似をしております。どうも、タニアンです。これですね、結構コメント欄でも皆さんからいただくんですけど、僕、ラファエルさんほぼ見たことがなくて、大森さなさんとコラボしてる動画ぐらいかな、見たことあるの。で、僕が毎回動画の最初になんかしょうもないこと言ってるのは、ラファエルさんの真似というか、僕の大好きなゲーム実況者の方がいつもこんな感じなんですよ。で、これいいなと思って真似してますね。ただこの動画の最初になんか言うっていうやつ、なんかメグインさんのとこでもやられてるし、なんか最近なんか一般化してるのかなと思ったりもするんですけどね。僕の小さい頃の夢、将来の夢、僕は大きくなったらお魚くんみたいな魚博士になりたいです。さかなクンみたいにお魚のことをたくさん勉強したいです。小学校の時の朝読書の時間は海の魚100選とか見てました。変な子供や。タニアンとロシアンさんやったらどっちが大口食べれますか？この質問難しいな。僕13個でした。でもなんかロシアンさんやったら15、6個いきそうですけどね。ご結婚されてますか？結婚願望はあります。もちろんあります。もちろんあるんですけど、まだまだ大食いの方にも頑張っていきたいので、今すぐにっていうふうには思ってないですね。で、結婚もしてないですね。で、まだ結婚相手もいないですね。肉と魚どっちが好き？ご飯のおかずとして食べるならお肉。お酒のあてとして食べるなら魚。かな。どんなトレーニングされてますか？企業秘密。食べやすいものと食べにくいもの。食べやすいものはお茶漬けとかカレーとか。で、食べにくいものはステーキとかじゃなくキャベツの千切り。僕はそう思う。嫌いな食べ物、もしくは嫌いじゃないけど大食いできんってやつ。嫌いではなく、もはやこれは無理なんですけど、甘いもの、どうしてもダメですね。人生で初めてちゃんと料理をしたのはいつですか？何を作りましたか？大学2年の時にモテたくて、いろいろ調べてたら、今料理系男子が熱いっていうのを知って、まず作ったのはカツ丼。で、初めて作った時は、もうだし汁使うってことを知らなくて、醤油、みりん、酒、砂糖の丼つゆにカツを入れて、卵を回しかけて、で、カツ丼を作ったんですよね。だから、めちゃくちゃしょっぱくて、味濃ゆってなって、盛大に失敗したのが僕の初めての料理ですね。地元のお醤油を使ってるみたいですが、メーカーとか教えてほしいです。普段使ってるのがこの大久醤油っていうお醤油なんですけど、これすごく色は濃ゆいんですけど、醤油自体の色は。ただ塩分も糖分もそこまで強くないんで、いろんな料理に合わせやすいんですよね。結構お気に入りの醤油って感じですかね。包丁はどんなの使ってますか？あと研いでるなら研ぎ石もお願いします。タリアンが使ってる全ての包丁の値段が知りたいです。いいでしょう。今僕が使ってる包丁がこの8本ですね。で、値段なんですけど、この中で高い包丁は2本しかないんですよね。ドイツのゾーリンゲンっていう、ちょっと値の張る包丁なんですけど、これが5000円。で、この包丁が、福岡の豊勝っていう、金物屋さんっていうかな。あそこで購入したもので、これが1本4500円とかですね。これが3000円、これが1500円、1500円、1000円、1000円、1000円ですね。基本的に僕は全部安い包丁しか持ってないですね。いくら安い包丁でも、しっかり研いであげれば、ちゃんと切れますもんね。で、こっちが僕が普段使ってる砥石なんですけど、これがニコイチになってまして、まずこっちが荒戸。で、これが中砥石。で、裏面が仕上げ砥石ですね。で、特に何ヶ月に1回とか、何週間に1回とか、必ず研ぐっていうことはしてないんですけど、自分の親指の爪を使って、爪にガッと引っかからずにこう、スルっていっちゃうと、もう切れ味が鈍くなってる証なんで、そうなってきたら研いでますね。でも1ヶ月に1回とかですかね、研ぐのは。っていう感じですね。料理のコツとかはあるんですか？僕がこれをお答えできるほどそんな大層な技術は持ってないですけど、味付けとかのコツとかで言うと、闇雲になんか醤油、酒、みりんって聞くからこの3つ入れてみようとかじゃなくて、何のためにその調味料を混ぜてるのかを考えたらいいかもしれないですね。博多のどのお店によくいらっしゃいますか？またおすすめのお店。本当に僕が通ってるお店やと、なかなか僕が行きづらくなっちゃうので、そうやな。でも博多やと結構僕屋台に出没します。屋台に。でも基本ブラブラしてますね、博多は。ブラ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 。もし奥さんが料理の才能なしやったら、僕が作ります。
やでも全然いいんですよね、僕。よくコメント欄とかで、なんか、他人に料理振る舞うの、マジで嫌みたいなコメントをちょこちょこもらうんですけど、作ってもらったものやったら何でもいいんです。本音言っちゃうと。もう熱湯にお味噌を溶かしただけの具なし味噌汁で僕いいんですよね。全然。作ってくださるなら。辛いものは好きですか？苦手です。甘味克服チャレンジ、次は和菓子でやってみませんか？勘弁してください。もうやだ。もうやりたくない。やだ。セブンで売ってるもんで一番好きなやつ。エナジードリンクモンスター。ゆりもるさんに告白したのってやらせですか？ガチだったんですか？ガチです。俺の古傷が、まだ癒えてない心の傷が。いや、あれ結構ガチだったんですよ、僕。結構てかあれガチだったんですよ。比べました。本職って何ですか？ YouTube 以外で仕事はまず僕の仕事で言うと、まず自営業です、今。自営業。一応肩書きは、事務所所属の、今一応大食いタレントとして動いてます。一応タレント業になるんですかね。で、全く仕事がないので、YouTube をしてます。大食いの時以外は、どんぐらい食べますか？僕 YouTube の収録とかそういった場じゃないと僕大食いは基本しないんですよ。でそれ以外の食事で言うと、今日なんかはさっき食べた水晶鶏の柚子胡椒和え、正直もうこれで僕もいいかなってくらいですね。1日。あとはずっと僕お酒を飲んでます。だから食費もですね、僕の YouTube 動画は基本的に1食4000円以内って決めてるんですよ。なのでそれが多い時で8本ぐらいしか動画が上がらないので、食費だけで言うと3万円は基本超えないですね。ただお酒代が入ってくるんで、だいたい5万円とかもあれば、ゆっくり贅沢にご飯が食べれるって感じですかね、僕は。で、YouTube 外で食べるご飯も、YouTube 撮影中に余った料理の端っこの部分とか、魚のアラとか、あれなんとかを食べるので、特にあんまり食費はかかんないですね。一番仲がいい大食い仲間。難しいな。一番ってのはまずないんですよね。で、選手で言うと、一緒に共演した回数が多いのは萌えやつなんで、そういう意味では萌えやつもすごい仲いいし、で、僕が背中を追いかけてるのはマックスの背中なんで、そういう意味ではマックスはなんかお兄ちゃんみたいな感じやし、同期のなべちゃんとかは何でも話せる仲やし、でも基本的にみんな仲いいので、誰が一番ではないかな。で、大食い YouTuber となると、僕はロシアンさんと同じような自炊系大食い YouTuber。そういう意味ではロシアンさんとかは仲いいですね。仲が良くないと多分 TT とかパクったら怒られますもんね。好きな YouTuber。僕が YouTube にハマるきっかけになったのは、大学の時にメグインさんの動画を見て YouTube にハマったんですよ。何このお方めっちゃおもろいんですけどと思って。だから僕はメグインさんですかね。で、今メグインさんが、チャンネル登録者さんが75万名様ぐらい。まだまだそれに比べたら僕はほんとちっぽけな存在ですけど、まだまだこれからも頑張っていきたいなと思ってます。とりあえずはですね、年内に10万名様超えたらいいなと思ってるんですけど、そこに向けて僕自身ももっともっと頑張っていこうかなと思ってます。なんかこれからも僕自身の動画のスタイルとしては変わらないかなと思うんですよね。これからも料理と大食いが一緒に見れるような見やすい動画を目指してこれからも頑張っていこうと思います。改めまして、皆様のおかげで5万名様突破することができました。どうもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ではまた次は普通の大食い動画に戻りますので、そちらも楽しんでいただければなと思います。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。